今回は2ヶ月近く発売が延期されてしまったこちらのキット、女神デバイスハウス&プリティ赤ずきんをパチ組みレビューしていきます。レビュー動画はちょっと久しぶりになりますね。赤ずきんはさすがの女神デバイスシリーズということで、作りやすく遊びやすい楽しいキットでした。それにだんだん可愛く見えてくる不思議な魅力があります。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。万吉プラモチャンネル。皆様こんにちは。万吉プラモチャンネルにようこそ。最近スパイファミリーのアニメを見て以来、夜さんにハマっています。あのアニメ、オープニング曲、エンディング曲、作画、声優陣など、かなり気合が入っててびっくりしました。毎週楽しく見てます。それと、最近パテいじりを始めました。敷居が高そうな気がして、今まで敬遠していたんですけど、いじってみると、粘土工作してるみたいで楽しいですね。これは夜さんを、リプラを改造して作るしかないです。作れるようになるまで何年かかるんだろう。ちょっとした野望は置いときまして、今回久々にレビューしていくキットはこちら。女神デバイスシリーズ新作のカオス&プリティ赤ずきんです。発売が延期されていましたが、ついに5月中旬に販売されましたね。こちらのキットは、上新価格の7128円で購入しました。パッケージデザインはいつも通りの女神デバイス仕様。赤ずきんなので、勝手に赤色かと思っていましたが、水色が使われていて爽やかなカラーリング。顔プリシリーズはほぼ初見なので、作るのが楽しみです。それでは開封していきます。結構しっかりランナーが入ってますね。これは意外と作るのが大変かもしれない。セクターサンうわぁ。スネイプ先生全然似てないな。ランナーは多いですが、説明書を見ると余剰パーツも結構出るようです。赤ずきんということで、メインカラーである赤色のランナーが多いですね。カメラ越しだと暗めの赤色ですが、本当はもう少し鮮やかな赤色です。赤ずきんはマジカルガールをベースにしていますが、新寄造系パーツも多いようです。肌の色はバレットナイツシリーズのようなちょっとピンクがかっている感じ。それとトップスセットもボトムスセットも見当たらないので、通常の素体のランナーですね。ポリキャップのランナーも複数枚付属。女神デバイスではあまり使われていない気がしますが、赤ずきんはポリキャップを多用するみたいです。いつもながら精密な造形で、特徴的な髪型が見事に表現されています。表情パーツはいつも通りの素晴らしい精度で担保印刷されています。顔だけ見ると元になっているマジカルガールの要素はほとんどない気がします。ちなみに真ん中はガオガオガオというなかなかに面白い名前が付けられています。その他にもいくつかの塗装済みパーツが付属します。デカールは表情用のみですね。それと珍しく色分け用としてホイールシールが付属します。説明書も変わらずいつも通り。カラーガイドです。それでは作っていきましょう。ロード中です。組み立ての時に面白い絵が撮れなかったので、頭部の制作作業だけお見せします。組み立て作業と全く関係ないんですが、最近ニッパーにタミヤさんの墨入れ用塗料をド派手にこぼしたんですよね。ほぼ満タンだった瓶の半分近くの塗料がこぼれました。あまりの大惨事に塗料と一緒に涙もこぼれました。かなりマシになりましたが、こぼしてすぐは塗料臭のせいで、換気なしでは部屋に10分と滞在できませんでした。一応頑張って拭き取ったのですが、塗料をこぼしたせいか、今使っているニッパーが何かネバネバするんですよ。例えるなら、5年くらい放置した PS3 コントローラーのアナログスティックみたいな感じです。塗料が乾燥して固まっているせいなのか、動きも悪い。そろそろ買い替えろということでしょうか。そのうち新しいのを買おうと思います。素体モードの頭部が完成しました。少ないパーツで構成されながらも、複雑な髪型をしっかりと再現できるところは、
さすが寿屋さんっていう感じがします。特徴的な後頭部もシャープに造形されていますね。パーツ構成の都合で、指先のところに合わせ目ができます。複雑な形状ではないので、合わせ目消しは比較的簡単そうです。裏側の合わせ目は、モールド化されているのが嬉しい。だんだん可愛く見えてきました。まずは素体モードから紹介していきます。少し前に発売されたスサノオでは、素体がよりグラマラスになるように一新されましたが、赤ずきんは昔ながらの素体になります。レビューするときにボトムスセットに変えちゃおうかと思いましたが、元気っ子っぽい見た目なので、旧素体でも悪くないですね。素体のデザインも体操服っぽくて結構好きです。武装モード時のスカートやリボンをつけると、急に魔法少女っぽくなります。これはマジカルガールが元になっているだけありますね。ちなみに赤ずきんは、こんな感じでひたすらに同じパーツを作る必要があります。×8を見たときは、ちょっと笑ってしまいました。武装モードにするときには、8回繰り返して作ったパーツをスカートに取り付けていくようです。公式サイトを見ると、赤ずきんの武装は、MSG のフレキシブルアーム B という商品に新規造形パーツを組み合わせているみたいですね。このアームをスカートに取り付けるとは、なかなか斬新な発想です。ちょっとタコっぽい見た目ですね。とりあえず攻撃力が上がりました。背中のジョイントにパーツを取り付ければ武装モードの完成ですね。コートのデザインが角張っているせいか、全体的に火力高めな気がします。こちらが完成した武装モードです。武装を取り付けることで赤ずきんになるということは、名前的にはこれが通常モードな気がしますね。新規造形パーツを使っているとはいえ、既存の商品をいろいろと組み合わせて、ここまで赤ずきんっぽくできるのってすごいですよね。企画する人たちが MSG を持ち寄って、ああでもない、こうでもないと話し合っているんでしょうね。パズルをするみたいで、結構楽しそうです。今回の赤ずきんや、今後発売されるアリスは、パーツを組み替えることで、ワイルドモードと呼ばれる攻撃形態に変形させることが可能です。赤ずきんのワイルドモードは、人狼をモチーフにしているようです。通常モードは襲われる側で、ワイルドモードは襲う側になるんですね。動画内で何度か触れていますが、赤ずきんは数年前に発売されたマジカルガールが元になっているキットです。スカートなどの一部パーツは共通しているので、若干の面影はありますが、表情や髪型、武装などが一新されているので、言われなければ何が元になっているのかわからない気がします。正直、組み立てる前はそんなにだったのですが、完成して遊んでいると、だんだんと愛着が湧いてくる不思議な魅力を持ったキットですね。ロード中です。ということで、今回は、女神デバイスシリーズの新作キットである赤ずきんをレビューしてみました。女神デバイスシリーズなので、相変わらず稼働範囲は優秀ですし、動かしていてパーツがポロリすることもあまりないので、とても遊びやすいキットでした。特にワイルドモードは、赤ずきんの可愛いイメージから離れて、命を刈り取る気満々なのが斬新で面白かったです。今回の赤ずきんや今後のアリスは、童話モチーフになるので、顔プリシリーズは、こちらの路線にシフトしていくのでしょうか。童話は、モチーフにすれば面白そうな作品が多いので、個人的には今後もこの路線を突き進んでほしいところ。白雪姫とかかぐや姫とか、普通に可愛いと思いますし、人魚姫なんかもどうなるか見てみたいですね。そういえばこの前のことこれで、新しい素体の X シリーズや、アマテラスの情報が出ていましたね。ということは、赤ずきんに使われている従来の素体での新作は、今後少なくなっていくのでしょうか。そう考えると、ちょっと寂しいです。従来の素体は作りすぎて、実家のような安心感がありますからね。今回の話とは関係ないのですが、最近アイペイントの練習をしています。いつか瓦礫とか作ってみたいな、くらいの気持ちで練習を始めました。こんな感じで、まだまだ練習量も経験も足りないので、
これからも鍛錬を積んでいきたいと思います。今まで全塗装するときは、デカールを使っていましたが、これからは一つくらいアイペイントしたものもしれっと混ぜておこうかなと考えています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画が皆様の模型活動に少しでも参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。また、気になることや動画のリクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。あと、Twitter もやってますので、お気軽にフォローしていただければ嬉しいです。また次回お会いしましょう。バイバーイ。